はあ。あれ？おっといけない。意識飛ばしちゃってた。忙しさにかまけて擬態のメンテ後回しにしてたからな。目覚めましたか？目覚めましたね、アキラ。なら死になさい。おっ、いきなり何？待った待った、とりあえず待った。何があったかわかんないけど、状況把握と弁明の機会はくれないかな。いいでしょう。擬態の耐久テストをするのはその後でも遅くはありませんから。怖ー。私なんかした？いやー、いろいろ大変だったみたいだね。何を人事のように。あなたが不在の間、どれほどの厄介事を引き受けさせられたか。あなたの元に送り込まれた刺客を撃退すること数度、追跡者をかわすための偽装工作、物的証拠や痕跡の丹念な消去。私を保護してもらっていた分と差し引きしても、今回は私が随分と貸しを作ったように思いますが。ってことは、あっちの木にくくりつけられてるノックアウトされて気絶中の屈強そうな2人も、もしかして？訓練された人間は多少殴りつけても簡単に壊れないからよい。しみじみ言わないでよ。仮にも医学を学んだ人間の前でさ。まあでも、なんだかんだ私を助けてくれたんだ。教授にしては随分とお優しいこと。いえ、あなたにいなくなられては困るので。まだ私の分の貸しを取り立てていませんから。あなたを壊すなら私の手です。ふは、ちっとも優しい理由じゃなかった。ではそろそろ支払いをお願いするとしましょう。ああ、金銭面での対価は不要です。保護されていた対価以上に払わされた負担分を拳で清算させてもらうだけなので。じゃ済まされないでしょう。拳めちゃくちゃ握りしめてるじゃん。ストップ。はい、その握った手を開いて楽にして。ええ、そうします。あなたを楽にした後で。超本気？擬態の耐久テストってそういう？待ってってね。はあ、もう分かったってば。ラジラジの欲しそうなものは用意してるから。なら早く渡しなさい。あなたのことです。どうせ用意しているだろうと思っていました。だったらもっと心臓に優しい聞き方をしてよね。真顔で言うから冗談か分かりにくいったらないよ。はあ、まだデータがまとめきれてないからもう少し後で渡したかったんだけど。ほい。この報告書は？アストルム内の NPC の行動ログを分析した報告書の草稿。ラジラジ、教授としての専門分野はこっちだったよね。ほう。仮想社会における信仰の自然発生と進化ですか。そう。仮想空間内で人間がどのように振る舞いコミュニティを形成するか、その中で自然発生した英雄崇拝と信仰についての分析。今のアストルムにダイブできないラジラジには自分の観測できない世界がどうなってるか興味あるんじゃない？確かに宗教学や神学は専門分野の一つですが。なるほど。あなたのレポートなら報酬としては悪くない。いいでしょう。ひとまずの対価として受け取ります。最初から素直に提示すれば先ほどの無駄な問答をせずに済んだもの。問答する時間なんてなかったじゃん。
それに手持ちのカードを見せるなんて切れ者を相手にするには愚行だよ。それも目の前にいるのはセブンクラウンズときたでしょ。否定はしません。あなたが寝ぼけていないようで安心しました。それはどうもお眼鏡にかなったようで何より。ざっと拝見しました。アストルムのゲーム内に我々が作成していない新たな進行が発生したと、そういうことですね。そう、アストライア大陸の起こりやランドソルの歴史、東国、セントールス、サラサリア、各都市の文化や風習は確かに私たちが設定した。だけどどうも大江戸で見覚えのない動きがあってね。私の見落としかなと思って設定資料をひっくり返して探したけど該当する情報なし。そこでエリアにいる NPC の行動ログを解析したんだ。そしたらなんとびっくり。 NPC がプレイヤーの発言を独自に解釈し発展させ、開発者が意図しない新しい設定を作り上げたと。この大江戸における英雄信仰の例、悪性を敷く悪代官を倒し銅像を作られ祭り上げられた英雄とありますが、報告書ではプレイヤー名が伏せられていますが、彼のことですよね。そう、そんなイベント設定した覚えはないんだけど、町の NPC が彼の銅像を建てちゃって変な民間信仰まで誕生しちゃったわけ。銅像の足を撫でて生涯健脚だとか、彼にあやかったお守りだとか、ゆかりのある温泉だとか、典型的な英雄崇拝から神格化への移行だ。面白いのがさ、歌われてるご利益は何だと思う？みんな健康関連。そこがまた彼らしいというか。興味深いですね。高度な知能を組み込まれた NPC とはいえ、そのような自発的行動を行うとは。これはプリンセスナイトという特別性、あるいはそれに類する要因が関連しているのでしょうか。そのあたりはまだなんとも。確かに彼は特別なプレイヤーだけど、他のプレイヤーでも起こり得ないとは限らないし。とはいえ、この例に限らず彼はアストルム内で多くの事件を解決している。そうだね。彼の成し遂げた功績はあまりにも大きい。マナを倒し、あの世界を救ってさえいる。拝みたくなる気持ちも理解できるけどね。まるで神話や伝説に語り継がれる英雄譚のようだ。となると、さしずめあなたは英雄に力を与える魔女といったところですか。魔女魔女か。残念ながら彼に送ったのはガラスの靴じゃないけどね。魔女の贈り物は時代によって様々です。それが現代では小型電子デバイスミミとプリンセスナイトの能力の形を取っただけでしょう。そういえば魔女の助力というと、彼はあのレジーナ・ゲッシュやメタモル・レグナントとも協力関係を結んでいるとか。協力、正しくは共闘関係かな。成り行きというか、まあ向こうでいろいろあってね。今のとこは手を貸してくれてるみたいだけど。共同戦線を張れている時点ですでに異常事態ですよ。彼女らの助力を得られるものを探したとして、果たして他に見つかるかどうか。大江戸の町で彼が祭り上げられたのもあながち偶然ではないのかもしれませんね。というと？先ほど魔女に例えましたが、クイーン・ラビリンス、メタモル・レグナント、レジーナ・ゲッシュ、彼には希代の魔女が3人も力を貸している。一人でさえボンプを傑物に変えうる力。単なる少年なら
持て余すのが普通です。彼の何がそうさせるのか。は珍しい。ラジラジが他人にそこまで興味持つなんて。いつも周りのことなんて眼中にないって顔してるのに。ここまで目立つ活躍をされては注目するなという方が無理でしょう。しかも皆が才有り余る名馬にして乗り手殺しの荒馬だ。それを乗りこなす器量ありと見込んでいたなら、さすがはクイーンラビリンスの警官と言うべきでしょうか。今の彼がどうなっているのか、私も少々興味が湧いてきました。ちょっと少年にちょっかいかけるのはやめてよね。かけようにも手段がありません。アストロムにログインする方法があれば別ですが、しかし彼には同情しますよ。あなたに見出されさえしなければ今とは違うもっと普通の人生もあったでしょうに。そうだね。私が少年の歩く道を大きく変えてしまった。それは否定しない。少年にスタートボタンを押させたのは私だ。他の誰でもない。その意味と責任は理解してるつもり。ならアキラ、せめてあなたは顔を上げていなさい。送り出した者にはどのような結末になろうと彼の行く先を見届ける責務があるはずです。ああ、もちろんそのつもりだ。だけど分かったつもりではいたけど、他人の口から改めて聞かされると耳が痛いな。多少痛いくらいでちょうどいいのでしょう。我々のような世間一般から外れてしまった人間には。ねえ、前から思ってたけど、ラジラジって意外と責任感強い？他人には興味ないねみたいな顔してるのに。あなたは私を何だと思っているのですか？果たすべき義務の前に個人的感情は無用です。私は私の中の真偽、道徳に従って行動しているまで。では。およ、もう行っちゃうの？あなたが目覚め不在の間の対価を受け取りました。この場所にいる必要はもうありませんから。そっか。でもさ、ちょっとだけ待っててくれない？すぐ作っちゃうからさ。待ちなさい、アキラ。なぜクレープを焼き始めているのです？そりゃ寝てた間の利子。おば生産しちゃったか。じゃあ次回報酬の先払いってことで、こっちでまたしばらく迷惑かけちゃうと思うし。どうやら擬態の集積回路に損傷があるようですね。私へ依頼する報酬がクレープ一つで事足りるとでも？お金じゃないよ、気持ち。これまでいろいろ迷惑かけたみたいだし、これからもいろいろ頼むだろうから、そのお礼ってことで。ああ、もちろん必要経費なんかは後でちゃんと払うから、私宛てに請求書つけといて。なるほど、気持ちですか。これから背負わされるだろう苦労には到底見合わないでしょうが、手付金として受け取っておきましょう。よし、交渉成立。で、メニューはどうする？おすすめは？そうだな、この期間限定甘納豆あんみつクレープとかだと私的にはすんごく助かっちゃうな。アキラ、どうせだからといって売れ行きの良くないメニューの食材処理を目論んでませんか？糖質過多、タンパク質不足、健康な体を維持するには不適切です。人に聞いといて文句ばっかり。はあ、少年だったらどんなクレープ焼いたって素直に食べてくれるのにな。前々から思っていたのですが、ここのメニューに変わり種という言葉では到底表せない正気を疑うメニューが数々見受けられますが、
誰が試食を？いやー、頼れるプリンセスナイトがいるとクレープ屋のメニュー開発もはかどっちゃって。アキラ、成長期の少年の食欲につけ込んだ新メニュー開発という名の下手者博覧会は即刻やめなさい。彼の生存権の侵害です。ちょっとそこまで言うことはないじゃん。見た目はちょっとあれかもだけど味には自信あるよ。よーし、頭きた。こうなりゃうちで一番のとっておきメニューで勝負だ。これでダメならいくらでも苦情は聞くよ。ちょっと待ってて。新しい力というよりは昔に使ってた力だ。使いどころや能力の限界は私が一番よく知ってるさ。けど前と違うのは少年がいること。頼りにしてるよ。ポーチに何が入ってるかって？予備弾倉でしょ、整備ツールでしょ、緊急回復薬、それにおやつ。非常食は重要だからね。疲れたならちょっと食べる？まさかこの姿に戻ることがあるなんてね。とはいえ前衛を支援するにはこれ以上ない装備だ。一緒に前線に出ると俯瞰で戦場を見られないし、少し引いた後衛にいるからこその戦い方もできる。戦況を見ての指示出しとかね。おまけにこの姿も武器もすでに使い慣れてる。何せ開発してる当時はこれで戦ってたんだからね。君の想像以上の働きをしてみせるよ。頼りにしてて。やあ少年、元気してる？今日はこれまでいろいろご迷惑をかけたお詫びと少年の労をねぎらって特別に慰安旅行を計画しました。ってわけでお姉さんとお出かけしようぜ。ちょっといきなり帰ることはないじゃん。お姉さん傷ついちゃうな。泣いちゃうぞ。いやまあ日乗りしないのはわかるよ。自分で言うのもなんだけどうさんくさいもんね、正直。だけど少年の労をねぎらいたいってのはほんと。最近顔を合わせる機会がなかったから心配してたんだ。ほらあっちじゃいろいろ無茶なお願いとか聞いてもらってるし。うわ、言葉のトゲがチクッと刺さる。しかし大人の私は黙って受けるのみ。君の両親に訴えかけるため
あえて声に出してます。何？今日の少年はそういう感じ？ちょっと言葉の切れ味がジャックナイフ並みになってきてるよ。絶法の鋭さでフリースタイルの頂点目指し始めた？とにかくお出かけは抜きにしたってちょっとした健康診断くらいはさせてほしいな。ほう、いい子だね。後で飴玉をあげよう。じゃ屋台はちょっと閉めてと。まあ簡単な問診と体調チェックだからすぐに終わるよ。それじゃこっちの椅子に座って。まずは至って健康問題なし。強いて言えば寝不足気味かな。ゲームに熱中するのもほどほどにね。さてそれじゃあエンジンをかけましてと。お客さん今日はどこまで？さっき言ったでしょ、今日は少年の労をねぎらう日だって。さすがに海外は難しいけど希望があれば大抵のとこには行っちゃうぞ。でも日帰りできる範囲でね。明日学校でしょ。それじゃ目的地を決めようか。どうする？どこでもいいよ。さあやってきました、椿ヶ丘の商店街ってなんで？どっちかばじゃん。徒歩で行ける距離。あちゃ、サプライズが裏目に出ちゃったか。移動より近場の駐車場を探す方が苦労しちゃったよ。まあ少年がいいならそれでよし。でどこに行く？買い物？街ブラ？せっかく車で来たんだ。大荷物になっても大丈夫。ここは私に任せて。であれ？少年？いないし。もうどこ行っちゃって。見つけた。少年ちょっと置いていかないでよ。追いついた。何やら香ばしい匂いが。ここは肉屋。お腹が空いてたんだ。たまにはクレープ以外のものも食べたいって感じなら私も便乗させてもらおっかな。君と同じものを食べる機会もあんまりないしね。少年のは牛肉たっぷり特製コロッケ。すみません、追加でこのコロッケもう一つ。毎度すぐあげちゃうから待っててね。このコロッケなかなかいけるね。種の配合へのこだわり、カラッとした揚げ具合、熟練の技術を感じるぞ。こういうコロッケってお店ごとの特色が強く出てていいね。少年はよく行くの？あそこのお店。学校帰りとかによく寄る。そうなんだ。ねえ、こんなこと聞くのも野暮だけどさ、少年的にはこのコロッケとうちのクレープどっちに軍配をあげる？これはリサーチ不足か。クレープ屋の店主としては由々しき事態だぞ。どんなクレープなら勝てるか。早速商品開発を。いや、勝つだけならクレープに限らなくてもいいのか。いっそ同じ土俵で勝負するべき？それともクレープの定義を保ちつつ勝つには。待てよ、掛け合わせの発想だ。コロッケクレープ？いや、クレープコロッケ。見えたぞ。新作のクレープが。クレープ生地で包んだクリーム系コロッケだ。あれ？でもそれってもはやクレープじゃなくコロッケ？ねえ、ちょっと意見を聞きたいんだけどさ、少年はどうもまたいなくなってる。もう目を離したらすぐいなくなっちゃうんだから。こんなセリフ言うのも2回目だよ。
とか言いながらこっそり振り切ろうとしてなかった？私が手振って追いかけた時歩くペースを速めたような気がしたけど。あれ、瞬きが急に多くなったね。それに口元を触る頻度も増えた。無意識の防御反応かな。興味深いね。まあ深くは追求しないでおこうかな。少年をねぎらうっていうか、もう君の休日に私がついてってる形だしね。で、来たりましたわ、ゲームセンターと。それでお目当てのゲームはドイツ？おー、いいね。これを選んだってことはもしかして私との対戦をご希望かな？いいよ、少年が望むならいくらでも相手してあげよう。じゃあ早速やろっか。あとその前にこれを渡しておこう。そう、プリペイドチャージ入り。たまーに遊ぶ時用に用意してるんだ。ユーザー情報を未登録にしてるのはまあいろいろな事情で。分かってる。でもこれはお姉さんからの気遣いだ。私が手加減抜きで勝負したら少年のお小遣いがすっからかんになっちゃうからさ。さて、将来有望な若者を一丁揉んでやりますか。少年、ファンで欲しい？片手縛りでも全然いいよ。さて、一体どんなキャラを使うのかな。なめんじゃね喧嘩っ早いオールドタイプの不良キャラか。この作品の主人公かな。こういうキャラクターってまだ生き残ってるんだ。コマンドを見る限り技性能も素直で使いやすそうだ。私はこのカンフーメイドでいこうかな。燃えてきたぜ。ノーダメージで完全勝利。ちょっと大人げなかったかな。ハンデなしの真剣勝負がいいなんて言うから頑張ってリクエストに応えてあげたのに。まあセブンクラウンズを名乗る以上これくらいの芸当はできないとね。さて次はどれで勝負する？いやー、そんなこんなに熱中したのいつぶりだろう。私も結構やるもんでしょ。でも君がクリスに誘われた理由が少し分かったよ。土壇場での集中力と反応速度はかなりのものだ。ねえ、少年はさ、ゲーム好き？って聞かなくてもわかるか。今日の遊びっぷりを見てたらね。そんな風に遊んでほしくて私もゲームを作ってたはずなんだけどな。まあ大人のめんどくさいところでさ、遊んでもらう人のことだけ考えていればいいわけじゃないんだ。人間関係とか政治的根回しとかいろいろね。そういえば少年に話したことあったっけ？こう見えても医者を目指してたんだ。父さん、私の父が医者でね。人のために尽くしてたくさんの患者を救ってとても立派な人だった。私が医学を修めたのもその影響。仕事の都合で海外を転々としてさ、父について回っていろんなところに行ったよ。難民キャンプ、人里離れた田舎町、荒野の集落。この手で助けられる人がいるならなんて息巻いてさ、寝る間もなく患者を見て回って、それでいつの間にか仲良くなった地域の人と一緒に農作業や読み書きを教えたりまでしちゃう始末でね。そんな父の背中に憧れた。だけど誰もが善意に善意を返してくれるとは限らない。いろいろあって、まあ
裏切られるような形になっちゃったんだ。地球上のいろんな国に行ったけど、みんな自分のことしか考えてないどころか、本当は他人のことなんてどうでもいいと思ってる。父さんは医師としてたくさんの人を救ってみんなから尊敬されてた。でも結局は人に裏切られて死んだ。父さんに憧れて医学は収めたけど、私には人間を救うことに意味があるとは思えないよ。優しさを知らなきゃ人は簡単に裏切る。信用してもらえなければ相手の言葉に存在しない悪意を見出す。そうした世界があることを私は嫌というほど見てきた。だけど叶うなら少年には知らないままでいてほしい。君の心の温かさ、優しさがどうか削れてしまわないように。希望がないとさ、心がやさぐれちゃうんだ。暗闇の中を当てどもなくさまよっている気分になる。そうすると人に優しくできなくなっていく。海外の遠く離れた場所だけじゃない。この町でもあの椿ヶ丘の病院でベッドから動けずに過ごし続ける子たちがいる。何も悪くないのに、ただそう生まれついただけで。暖かい日を浴びて走り回ったり、砂浜に足を取られるくすぐったさを知ることもできない。だけどゲームでなら、ゲームの世界でならできるんだ。こっちの世界ではできないことが。認識の拡張。海のない国で一生を終えていく人がゲームの中で初めて泳いだ時の感覚は偽物で、そこで生まれた笑顔は全くの虚構なのかな。ゲームの世界は確かに仮想の世界だけど、そこに真実が生まれることだってあるって私は思う。希望を、幸せを、心の温かさを知れば人は優しくなれる。そうした善意の応酬が続いていけば、より良い世界になっていくんじゃないかって。なんて青臭い夢に燃えてたのが昔の私。そこから現実を知って、ちょっとすれたいい感じのお姉さんになったのが今の私。こらー、そこ何言ってんだこいつみたいな目で見ない。どこからどう見たっていい感じのお姉さんでしょ。まあそんなわけで、いつも善意で助けてくれる少年に今回は私がお返しする番ってわけ。それで今日はどうだったかな。せめて君の気晴らしにでもなったなら時間を取ってもらった甲斐もあるってもんだけど。そうならよかった。私も君の生まれ育った町がどんなところか知れてよかったよ。一緒に遊ぶことで緊張もすっかり解けたみたいだし、それにもう一つの目標も達成できた。今日一日を通じて君の集中力や判断力、他者とのコミュニケーション、どれも問題が発生している兆候は見られなかった。今のところ精神的消耗の症状は見られない。心身ともに診察結果は極めて良好ってところかな。とにかくお出かけは抜きにしたって、ちょっとした健康診断くらいはさせてほしいな。至って健康問題なし。強いて言えば寝不足気味かな。ゲームに熱中するのもほどほどにね。単なる寝不足ならいいけど、自律神経が乱れての睡眠障害だったら厄介だな。強いストレスを受けていないか簡単にはチェックしたけど、やっぱり少し時間をかけて診察した方が良さそうだ。となると少年が自然体を見せてくれそうな言い分は。さて、それじゃあエンジンをかけましてと。お客さん、今日はどこまで？
あの日君をアストルムにログインさせたことを私は絶対に後悔しないってそう誓ったんだ。だから私には責任がある。何を差し置いても君を守る責任が。もう覚えてないかもしれないけど、冷え切って錆びついていた私のスタートボタンを押してくれたのは君なんだ。世界中をより良くしたいなんて言って君が取り返しのつかない傷を負うようなことになったら、それこそ悔やんでも悔やみきれない。君の善意を、自らを顧みることのない献身を、打算も見返りも求めない純粋な光を見たからこそ、だからこそ私はやっぱ世界救いたいよね。ははは、そうかもね。でも大それた願い事ってさ、しかめっ面より笑顔で言った方が叶う気がしない？世界中の人を幸せに笑顔にするなら、まずは最初の一人、自分自身が笑ってないとさ。休まないと？って私？分かっちゃった？気取られないよう注意してたつもりなんだけどな。でもまさかこっちが気遣われるとは。医者の不養生とはよく言うけれど、診察した相手に心配されるようじゃ本末転倒だね。実は世界を救う方法を考えてたんだ。割と本気で。まだ実現途中だけど、壮大で途方もないスケールの話でさ、それを叶えるためにはきっと君の力を借りることになると思う。いつものことながら迷惑かけるね。そうだね。いつもいつだって君に助けられてきた。達成困難な目的が立ちはだかろうとも、君が進むべき道筋を照らし出してくれた。ゲームで人の心を変えられれば、それは巡り巡って世界を変えていく。そんな絵空事みたいな夢を本気で叶えてみたくなった。そのゲームはもう始まっている。後戻りはできない。私にできるのはただ全力でクリアを目指すだけ。少年、やっぱりさ、改めてお願いしてもいいかな。とんでもない事態ばかり起きるし、どうしようもない困難ばかり押し寄せてくる世界だけど、少年、私と一緒に全部丸ごと救っちゃおうぜ。また随分と懐かしい夢を見たもんだ。今の夢を見せたのはフィオにしては痕跡がないな。いつもの光もなかったようだし。ってことは単なる私の夢？まあそりゃそうだ。少年が向こうで目覚めた時には私はもう世界中から追われる身になってたんだから。だけど夢の中とはいえ恥ずかしい。どんな思いでゲームを作ってるとか、私の苦労話とか少年にするべきじゃなかったな。作る裏側の苦労なんて知らなくていいんだ。ただ純粋に遊んでくれればそれでいい。みんなに楽しんでもらうためにこの世界を作ったんだから。さて、しずるちゃんとりのちゃんには匿名を出したし、私は私の仕事をしに行きますか。今の私にできることを全力で。後戻りできないならフルアクセルで進むしかないよね。